近年、人気が急上昇しているのが、都市近郊を流れる河川で気軽に手軽に楽しめる手長エビ釣りです。その魅力は、エビ独特のスリリングな調子と食味の素晴らしさにあります。当たりから合わせまでの駆け引きは絶妙で、調合後の料理も大きな楽しみです。この楽しきターゲットと遊ぶためのノウハウをたっぷりと紹介していきましょう。今回の結論です。醍醐味は聞き合わせ。今回の目次です。手長エビ釣りの魅力。都市河川で気軽に楽しめる。手長エビ釣りに最適な竿。玉浮き仕掛けと絞り仕掛け。針選びが釣果を大きく左右する。餌選びと掃除方法。最後に特典パートとして十字天秤と捨ておもりの作り方を紹介します。それでは解説していきます。手長エビ釣りの魅力。この釣りを体験したことのない人は、エビなんか釣ってどこが楽しいのと不思議に思うかもしれません。しかし、浮きに当たりが出た後のスリリングな駆け引き、そして手長エビ特有のツンツンとした小気味良い引きは、普通の魚を相手にするときとは一味違ったワクワク感が秘められています。ハイシーズンになると、この釣りしかやらないベテランさえいます。時に20センチメートル級の大物が針がかりすると、これが本当にエビとびっくりするような強烈なファイトだって楽しめます。名前の通り、ハサミ腕が極端に長いのが手長エビの特徴です。特にオスの手長エビは腕を伸ばした状態で20センチメートルを超える大物も釣れて、大型の手長エビは想像以上の強烈なファイトを楽しませてくれます。一度は体験してみたいですね。それほどの魅力がこの手長エビ釣りには秘められています。そして何といってもブラックタイガーなどは全然寄せ付けないほどの繊細な美味しさです。手長エビは市場でも高値取引されている高級食材です。甘くプリプリとした食感は唐揚げや塩焼き、天ぷらなどで絶品です。カルシウムもたっぷりのエビせんべいなどを作れば子供たちにも大受けすること間違いなしです。こんな貴重なターゲットが都心から近いフィールドで狙えるのだからチャレンジしない手はありません。子供はもちろん大人をも夢中にさせる手長エビはまさに週末アングラーにとっての究極のターゲットだったのです。都市河川で気軽に楽しめる。手長エビは北海道を除く全国各地の河川や湖沼に生息しており、人気の釣り場も各地に生息しているエビですが、初めてのチャレンジで確実に釣果を得たいのなら、ある程度人気のある釣り場に出かけるのが無難です。例えば東京都近郊の場合は、江戸川や荒川などが手長エビ釣りの人気のフィールドになっています。河川によっては遊漁券が必要な場合もありますので、都道府県のホームページなどで事前に確認しておきましょう。その大きな理由としては、手長エビの生息数の多さもさることながら、アクセスが便利で電車釣行の人も多くおられます。足場が良くて安全に楽しめることも挙げられます。比較的足場がいいポイントが多いので、家族で楽しむのも最高です。もっとも手長エビは特に珍しいエビではなく、実際にはどこの河川でも普通に見られます。したがって自分なりに手長エビが生息する釣り場を探す努力をすれば、混雑を離れて爆釣を楽しむこともできるでしょう。普段は素通りしている小さな河川が、実は意外な穴場だったりする可能性もあります。いずれ手長エビ釣りの人気が全国各地に飛び火することによって、新しい釣り場が次々と開拓されるのは間違いないでしょう。シーズン的には5月頃から釣れ始め、梅雨時からいよいよハイシーズンを迎えます。手長エビは5月頃に産卵のために浅場へやってきます。特に曇天の続く梅雨時が釣りやすいです。この時期になると有名ポイントには早朝からずらりと手長エビ釣りの竿が並ぶようになります。産卵のピークは7月頃で、エリアによっては9月頃まで産卵するケースもあります。
こののっこみシーズンこそが手長エビ釣りのシーズンです。梅雨明けすると徐々に釣れる数が少なくなっていくものの、釣り場によっては秋口まで楽しめます。さらに水温が低下すると手長エビたちは徐々に深場に落ちてシーズン終了となります。手長エビ釣りに最適な竿。使用する竿は穂先が柔らかいことが絶対条件です。これは引き合わせで仕掛けをじわじわと持ち上げた時にできるだけ手長エビに違和感を与えないようにするためです。穂先が硬いとすぐにエビが餌を離してしまうからです。その意味で手長エビ釣りには軟調で粘りのある竿が向いています。一般によく使われているのはマブナやタナゴなどを釣るための小物竿です。材質はカーボン製がポピュラーですが、この釣りではより安価に買えるグラスロッドが向いています。釣り具量販店などでは1本1000円程度の小物グラス竿が売られているので、できるだけ穂先の柔らかいものを選びましょう。ベテランの中には軟調のヘラ竿などの穂先から穂持ちまでのブランクを利用して握りを差し込んだ自作竿で楽しんでいる人もいます。また、すでに短めのカーボン竿を持っている人なら、穂先だけをグラス製に交換して使うのもいいでしょう。替えのグラス穂先は釣り具店で入手できるはずです。そして手長エビ釣りをさらに別の次元で楽しむために入手を検討してみたいのが和竿です。竹を素材とした和竿は適度な張りがありながらもエビに違和感を抱かせない柔軟さを兼ね備えており、エビが張りがかりしてから手元に伝わってくる躍動も絶妙なものがあります。かつての手長エビ釣りでも格安で売られていた切り出しの竹竿を使うのが定番でしたが、竹という素材はカーボンでは決して真似のできない釣り味を体感させてくれるのです。実際、小物釣りの代表格であるタナゴ釣りやマブナ釣りなどと同様に、この手長エビでも和竿を愛用するベテランは少なくありません。和竿の価格は安価なものでも1万円台からになるものの、職人の手による和竿を駆使するのも粋な楽しみなのです。竿の長さは釣り場の状況に応じて使い分けるのが基本ですが、短ければ短いほど操作がしやすくなります。足元のポイントを集中的に狙うなら、長さ 1.3 メートルから 1.8 メートル程度の単竿がおすすめです。遠くのポイントを探る場合でも3メートル前後の軽量な竿が快適です。小波ブロック帯で4メートルぐらいの長竿を使っている人もいますが、エビ釣りの一番の醍醐味である引き合わせがやりにくくなります。また、最初は1本の竿で基本のテクニックを覚えることをお勧めしますが、場所によっては数本の竿を使って並べ釣りをするのも効率がいいです。手長エビ釣りに使用する主な竿を紹介します。小物竿。この釣りではとにかく穂先の柔らかな竿を選ぶに限ります。竿先が硬いとエビがすぐに餌を離してしまうのです。その意味でマブナやタナゴ釣りなどで使うグラス製の小物竿が手長エビ釣りでも一番のおすすめです。カーボン竿を持っている場合は穂先を曲げてみて一番柔らかいものを使うといいでしょう。和竿。この釣りでは伝統の和竿を愛用している人も少なくありません。細身で軽く軟調ながらも響きのある針を持ちます。エビが針がかりした時に伝わってくる独特の躍動感はまさに竹を素材とした竿ならではの魅力でしょう。価格的には数万円と高価になりますが、素材や継ぎ方によっては1万円程度でも購入可能です。和竿は使う喜びや持つ喜びを満たしてくれるため、趣味としての釣りを一層楽しいものにしてくれます。和竿の専門店では細かい注文にも応じてくれるので、手長エビを釣る旨を伝えれば適正な調子に仕上げてくれるでしょう。用意しておきたい手長エビ釣りアイテムを紹介します。イカシビク。釣り上げた手長エビは冷えたクーラーボックスに収納してもいいですが、後でリリースするか泥抜きするならブクバケツなどで活かしておくといいでしょう。餌箱。暑い季節には中が蒸れにくい木製の餌箱がおすすめです。少量ずつ小出しにして使わない分の餌は
クーラーボックスなどに入れておくと良いでしょう。玉網。口にしっかりと針がかりしたエビなら抜き上げが可能ですが、たかりが浅い場合などは玉網があると便利です。小物入れ。完成仕掛けや浮き、重りなどの小物類は個別の容器に入れておくと必要な時にすぐ取り出せます。防水性で水に浮くタイプが重宝します。合菜箱。仕掛けや弁当、雨具などを入れる道具箱です。椅子にもなるので特に並べ釣りで便利になります。梅雨過ぎの暑い時期なら小型のクーラーボックスでも OK です。雨具。梅雨時や秋雨の時期の必需品です。糖質性のあるゴアテックスなどの素材なら理想ですが、それほど歩き回らないなら安価なものでも十分に役立ちます。玉浮き仕掛けと下り仕掛け。手長エビ釣りで使用する仕掛けは玉浮きと重めの重りをセットしたものが一般的なスタイルです。一見チープで素人っぽく見えますが、手長エビが餌を捕らえた時にわざと仕掛けの抵抗がかかるようにしてその場での食いを促すという意外と合理的なシステムになります。この仕掛けなら小学生でも簡単に作ることができますし、完成仕掛けを販売している釣り具店もあります。手長エビ釣りが初めての人なら、まずはこの仕掛けをしっかりと使いこなすことから始めてみましょう。玉浮きは足継ぎタイプと中通しタイプがありますが、これは好みで使い分ければ良いです。むしろ大切なのはサイズで、直径が 9mm から 15mm のものを水深や流れの有無によって使い分けるのが理想です。潮入川などで流れが速くなってくると、小さな浮きではすぐに沈んで使いにくく、逆に潮が止まってエビの活性が落ちてきた時などは、多少なりとも違和感を与えにくい小型を使うのがセオリーです。別のバリエーションとして人気の仕掛けが、小粒の玉浮き、下り浮きを3個から5個セットした下り仕掛けです。この仕掛けは水深が変化する駆け上がりを攻めやすいだけでなく、浮きの感度が抜群なので、水底の手長エビの動きが手に取るようにわかるメリットがあります。手長エビ釣りの醍醐味である利き合わせを駆使して釣っていくなら、こちらの仕掛けの方が断然楽しめるでしょう。なお、いずれの仕掛けの場合も調整にはちょっとしたコツがあるので覚えておきましょう。まず、手長エビは障害物の多いポイントほどよく釣れますが、根がかりで仕掛けをロストしやすいのが悩みの種です。そこで根がかりを防ぐためにハリスを短めにすることが大切です。目安は長さ 5cm ほどです。また、道糸は多少太めにして根がかりした時にハリスだけが切れるようにしておけば仕掛けの全損を防ぐことができます。重りが根がかりした時のために捨て重り仕様にする人もいます。そして手長エビ狙いの仕掛けでは浮きが水面下に沈むように重りで浮力を調整するのが基本です。手長エビは低層にいる餌を探しているので常に付け餌がベタ底につくようにするためです。また重い重りを使うことでエビが仕掛けを根に持ち込みにくくなる利点もあります。なお、根がかり対策専用のアイテムとして十字天秤という商品も売られています。横に出ているアームが支えになってエビが餌を巣穴に持ち込めない仕組みになっています。この仕掛けでは天秤の重りが川底についてやじろべえのように立つのが基本です。パイプやアームの長さはハリスをセットした状態で餌が川底につくように調整することが大切です。手長エビ釣りの仕掛けのバリエーションには次のようなものがあります。玉浮き仕掛け。昔から定番の手長エビ釣り仕掛けです。作り方も扱いも簡単なので、まずはこの仕掛けで始めるといいでしょう。道糸の太さはハリスの2倍の 0.85 前後が目安です。細い方が水切れは良くなりますが、根がかりした時に仕掛けが全損する場合があります。下り仕掛け。マブナ釣りなどでも多用されている仕掛けで、浮き下を変えることなく幅広い水深に対応できます。手長エビは起伏に富んだ地形や障害物周りに潜んでいます。このため、
浮き下の調整をしなくても幅広い水深を狙える絞り浮きはとても使いやすいです。また、流れのある時でも使いやすい仕掛けです。水中での仕掛けの動きが分かりやすいことや、一つ一つの浮きの感度に優れることなど様々なメリットがあります。エビが餌を捕らえてからの動きが水中の浮きの動静を通じて視認できるため、通常の玉浮き仕掛けよりも釣っていて楽しいです。絞り仕掛けには人それぞれいろいろなものがあります。流線形のセル玉を使った標準タイプ。感度優先で自作で小粒の玉浮きを使ったもの。平場に出ている手長エビを効率よくするために枝張りが出せるようにしたタイプ。親浮きと糸浮きをセットした連動絞りタイプです。状況に応じてこれらの仕掛けを使い分けています。天秤仕掛け。通常の玉浮き仕掛けの重り下を十字天秤にチェンジしたタイプです。小波ブロック体などの障害物をタイトに攻めても根がかりしにくいのがメリットです。当たりは意外とわかりやすいですが、無効合わせになることも多いです。天秤は自作することも可能です。仕掛け作りに必要なパーツ類を紹介します。道糸。道糸はナイロンの 0.6 号から1.2 号を使用します。流れの緩やかな場所では強度優先で太めを、流れがある場所では水切れ優先で細めを使い分けます。ガン玉、板重り。浮力の微調整がやりやすいのは板重りです。交換が簡単なのはガン玉です。特にゴム針タイプが便利です。3号から 4B 程度を小物ケースに入れて持参したいところです。自動ハリス止め。ハリスの交換が多い釣りなので、自動ハリス止めを利用するのが便利です。できるだけ小型のものが根がかりしにくいです。市販品はもちろん自作で作られる方もいます。浮きのバリエーション。浮力のある玉浮きは、エビが餌を捕らえた時に仕掛けの抵抗がかかり、食いを促します。直径 9mm から 15mm 程度をエビの活性や状況に応じて使い分けます。足つきが便利ですが、糸絡みのない中通しを使う人も多いです。絞り浮きは利き合わせを多用する場合に使用します。サイズは小さいほど感度に優れますが、流れのある釣り場では多少大きめで浮力のある浮きの方が使いやすくなります。針のバリエーション。この釣りで使用する針は基本となるエビ針のほか、袖や秋田ギツネなどでも大丈夫です。釣れるエビのサイズが小さめの場合は、タゴ針もおすすめです。ハエ釣り用のスレ針、返しのないタイプを使う人もいます。代表的なもので、エビ1号、袖1号、秋田2号、タゴ半月。いずれも腰の部分が角張った針先の単針で、エビの複雑な口にも針がかりしやすいです。さらに刺さりを良くするため、ヤスリで返しを削り取る方法もあります。針選びが釣果を大きく左右する。口の小さな手長エビを効率よくフッキングさせるために、仕掛けのパーツで一番重要になるのが針です。よく使われているエビ針は、針先が短い角型で、手長エビの複雑な口にもフッキングしやすくなっています。ただし、地域によっては、この針は入手が難しいので、その場合は袖針や秋田キツネなどでも OK です。むしろ正規に釣れる 20cm オーバーの大型が相手の場合は、多少針先が長めの袖針の方がバラシが少なくなる傾向があります。逆に中型から小型のエビが多いポイントでは、小型のタゴ針を使っているベテランも少なくありません。タゴ針の種類は半月や流線などが針軸が長くて餌がつけやすいです。いずれもハリス 0.4 号が目安で結んであるパッケージ入りの針が便利です。餌選びと掃除方法。手長エビは肉食性なので付け餌もそれに準じたものを使用します。定番はミミズと赤虫、サシです。ミミズは長さ 5mm ぐらいにカットして垂らしが出ないように針掛けするのがコツです。浮きに当たりが出るのになかなか針がかりしないときは
餌が大きすぎると考えましょう。赤虫は1匹をちょんがけにして使用します。頭の黒い部分に針を刺すと体液が抜けにくいですが、胴の部分に刺しても OK です。大型のテナガエビが多い釣り場では2匹から3匹ほど刺してアピールさせても良いです。いずれの場合も赤虫の体液が抜けると食いが極端に悪くなるので、まめに交換するようにしましょう。刺しも1匹ちょんがけが基本です。ただし食いが渋い時にはハサミで半分ほどにカットして使うと食いが良くなります。体液が出ることで多少の集魚効果も期待できます。これら以外の餌としては、レバーやオキアミ、魚肉ソーセージ、冷凍エビ、ゴカイ、青磯目などもいい餌になります。というより、匂いの強烈な動物性の餌ならほとんど何でも使えると思っていいでしょう。自分なりによく釣れる餌を探してみるのも楽しそうです。いずれの餌も米粒大にカットして針に小さくつけるのは同様のポイントです。なお、これらの付け餌の他に裏技としてエビの活性を上げるための寄せ餌を用意していく人もいます。ヘラ釣り用の粉末ペレットをベースに匂いの強いさなぎ粉やイリヌカなどを混ぜて練り込んだものをピンポン玉ほどの大きさにまとめてポイントに数個投入します。これで周辺に潜んでいたエビたちがわらわらと集まってくるのです。テナガエビ釣りで使用する主な餌です。赤虫。食い込みが抜群の餌です。ただし体液が抜けてしまうと食わなくなるのでまめなチェックが必要です。濡れた新聞紙で包んで冷蔵すると1週間ほど持ちます。ミミズ。ミミズも定番の餌です。針につけるときは米粒大に小さくカットして使うことが重要です。よく切れるカッターを持参してそれで細かく刻むといいでしょう。刺し。比較的入手しやすく餌持ちもいい餌です。定番は赤い紅刺しですが、普通の白刺しでも良いです。ハサミで半分にカットするとさらに食い込みが良くなります。かまぼこ。匂い効果でエビが寄ってくるのか意外と食いがいいです。ミミズや刺しを触れない人にはおすすめの餌です。これも米粒大に小さくカットして使います。オキアミ、エビのむき身。テナガエビ釣りの特攻餌として知られているのが海釣りなどで使われているオキアミです。市販のブラックタイガーなどをカットして使う人もいます。レバー。柔らかくて食い込みがいい餌です。匂いによる集魚効果も抜群です。ただし鮮度が落ちると餌持ちが悪くなるので新鮮なものを使いましょう。食い込みのいい餌を探すのも楽しみの一つです。今回解説したようにテナガエビ釣りに使う餌は千差万別です。定番の赤虫やミミズなら安定した釣果を期待できますが、自分なりに選んだオリジナルの餌で回釣した時の興奮もこの釣りならではの楽しみです。オリジナルの餌を使う時の留意点はエビが食い込みやすいこと。例えばイカを細かく刻んだものでは弾力がありすぎてエビが食い込みにくくなります。柔らかくて匂いがあって入手もしやすい餌を探してみましょう。それでは特典パートです。十字天秤と捨て重りの作り方を紹介します。消波ブロック体などの根がかりが多いポイントではこのような十字天秤を使っている人も多いです。テナガエビが餌を捕らえて巣穴に戻ろうとしても天秤の腕が邪魔になって潜り込まれない仕組みです。3mm 系の硬質パイプを 6cm の長さにカットし、上端から 2cm の位置に熱した縫い針で穴を開けます。0.6mm 系のステン線 15cm をパイプの穴に通し、ステン線の両端 1cm をプライヤーで折り曲げます。完全に折り曲げてハリス止めを作ります。円内の部分を少し広げてハリスを入れやすくするのがコツです。ハリスを止める末端部分をライターで2秒ほど熱して焼きを入れます。すぐにプライヤーでプレスします。これで細いハリスでもすっぽ抜けなくなります。もう一本長さ 10cm のステン線を用意します。片側 2cm を折り曲げて
そこに小型サル管を通しておきます。サル管を通したステン線をパイプの上から差し込み、位置で開けた穴に瞬間接着剤を入れて固定します。パイプ下側から飛び出しているステン線に中通し重り 0.5 号を通し、ステン線をねじり止めて完成です。続いて、捨て重り仕掛けの作り方を紹介します。仕掛け用チューブを利用して道糸にハリス止めをセットし、道糸の末端にガン玉を留める仕組みです。重りが根がかりした時にガン玉だけが外れてくれます。パイプ径は道糸の太さによって使い分けると良いでしょう。0.3mm 径のステン線を折り曲げてアームの部分にハリス止めを作ります。焼き入れしてプレスするのは十字天秤と同様です。内径 0.3mm から 0.4mm のウレタンパイプを 10mm ほどの長さにカットし、中に道糸を通してすっぽ抜け防止用の結びコブを作ります。さらにパイプにステン線を差し込みます。道糸の末端にガン玉をセットし、ハリス止めにハリスを止めて完了です。軸やハリス止め部分の長さは自分なりに工夫してみましょう。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。